皆さん、こんにちは。今週も、ヒゲをする。そして女子高生を拾う。のアニメの感想を語っていこうと思います。ショッピングモールに来ている吉田くんとさゆ。どうやら、さゆの日用品を買いに来ているようです。もう完全に同居する気満々で草。そして、さゆが携帯を持っていないことを聞いた吉田くん。必要ないか聞いても、さっき化粧水買ってもらったからと遠慮するさゆ。そして化粧水つけたからいい匂いだよと手の匂いを嗅がせてこようとするさゆ。経験豊富だけあってなかなか男心をくすぐる方法を分かってやがる。こんなんどう考えても恋してしまうやつです。女子高生とはいえ吉田くんとは10も離れていません。このくらいの年齢なら10の差は大きいとは思いますが、その差を埋めるくらいの可愛さがさゆにはあると思います。家に帰ってきて、さゆが人に気を使いすぎることや作り笑いをすることを気にかける吉田くん。それに対し、さゆはなんでそんなに優しいのと心の内を話します。そして、では、ちゃっかりこんな状態になっています。これは一体お互いどういう心境なんだ。場面は変わって吉田くんの職場。吉田くんの後輩ちゃんが仕事でミスをしてしまったようです。遅くまで残業する後輩ちゃんに牛丼を買ってきてあげる吉田くん。遅い時間に牛丼、これは女子的にはどうなんだ？そして後輩ちゃんは吉田くんにいつも怒ってくれることに対し感謝の気持ちを伝えます。そして吉田くんは例の巨乳さんに告って振られた話までしちゃうのですが、後輩ちゃんはそれはむしろラッキー。今度は飲みに行きましょうねと元気よくお誘いします。これもう告白同然やん。そうじゃなかったら相当な小悪魔ですぜ。この子のヒロイン候補なのでしょうか。可愛いことは間違いないのですが、いかんせん他のヒロイン候補に比べて上部走行の貧弱さが気になるところです。そして家に帰るとさゆが夕食を作って待ってくれていました。これもう完全にカップルやろ。そしてここで吉田くんはやはりさゆには携帯が必要だと感じたようです。場面は変わって今度は後藤さんと焼肉に来た吉田くん。振られたばかりの相手と焼肉とはなんという強靭なメンタル。そして後藤さんとも恋バナ的な雰囲気に。吉田くんはまだ後藤さんのことが好きだと伝えます。困ったような複雑な表情の後藤さん。そんな中でも視聴者サービスは忘れません。そして話の流れで胸部走行のカップ数を教えてくれた後藤さん。なんと驚異のアイカップとのことです。驚異だけに。しかし後藤さんも恋愛レースに参加するのでしょうか。可愛さだけで言えば全員甲乙つけがたいですが、アイカップはかなりの破壊力ですね。私もアイカップを触ったことがありますが、柔らかさはもちろんのこと、重量感も半端ないですよ。さぞかし大変なんだろうなと思います。さて、話は物語に戻って帰宅した吉田くん。遅いからと言いながらも夕食を用意して待っててくれたさゆ。すでに嫁化してて草。そして後藤さんと食事してきたことを伝えると元気づけるためにハグをしてくるさゆ。焼肉でスタミナつけた後の F カップ攻撃とかもう耐えるの無理でしょ。スマブラで言うとピヨったところにガノンドロフさんの魔人剣食らうようなもんです。この魔人剣をいつもの調子で軽くかわした吉田くん。お風呂に入ってさゆが用意してくれた味噌汁で一息入れます。理想の嫁で草。そしてさゆに買ってきたスマホを渡す吉田くん。最初は遠慮がちなさゆでしたが、やはり嬉しかったようです。そりゃそうですよね。そして連絡先を交換しますが、新品のさゆの携帯には吉田くんの連絡先しかありません。ここでさゆが吉田さん専用だねと一言。これもとんでもない破壊力です。スマブラで言うとシールド破壊されたところにキャプテンファルコンのファルコンパンチを食らうようなもんです。そしてファルコンパンチでの攻撃も華麗にかわしエンディングです。さて今回は
ヒロイン候補となりそうなキャラがたくさん登場しましたね。原作未読なので今後の展開が読めないのですが、とりあえず現時点で吉田くんも出てますね。アニメですし創作物なので非現実的だとかいうツッコミはしませんが、これもう普通の人だったらさゆと大乱闘してエンディングではないでしょうか。というより前回も言いましたが、吉田くんがあまりにも成人すぎます。このままでは話の展開が遅そうなので、そろそろ某回復術師の人を呼んできてほしいですね。あとこちらのアニメ、早速一部のフェミニストさんたちのお怒りを買っているようですね。やはり女子高生というワードや女性を拾うというところに引っかかっているんだと思いますが、作者様もおっしゃっている通り、現実ではやれるようなことではないですし、賛否両論出るのもよくわかります。ちなみにアンモラルという点については、以前サブチャンネルで紹介した娘の友達という漫画もかなりのものです。どちらの作品もいろんな意見が出るのはよくわかりますが、私としては本作はさゆちゃんをはじめとする女の子たちがとても可愛いので、とりあえずそれだけで現時点では視聴継続確定しています。来週も楽しみです。あと最後に一つ、ヒゲヒロには関係ないのですが、この場をお借りしてもう一つだけお伝えしたいことがあります。先日コミュニティの投稿でも同じことをお話ししましたが、皆様いつもコメントありがとうございます。いただいているコメントですが、 YouTube 側から弾かれているコメントがあるみたいです。おそらくエッチとかそういった際どいワードに反応しているんだと思います。承認ボタンを押してもコメント欄に反映されないことがほとんどなので、そういったコメントには返信できていないのですが、コメントは全て目を通させてもらっています。皆様のコメントがいつも励みになっています。これからもよろしくお願いいたします。それでは長くなりましたが、今回の動画は以上です。個人的に気になっている幼馴染が絶対に負けないラブコメなど、まだ見れていないアニメが結構あるので、週末一気にしようと思います。とても楽しみです。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。